Enter FM Tokyo Music Creator 今夜のゲストはスターキッズの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずお一人ずつ自己紹介していただいてもいいですか？はい、スターキッズっていうグループでやってます。で、先に3人で僕リヴァイと申します。よろしくお願いします。スターキッズのスペースボーイです。ハワイから来ました。よろしくお願いします。お願いします。スペースボーイじゃないわスターキッズのベノニです。プロデュースもやってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今週と来週メンバー3名ずつに分かれてお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いし緊張してますか？そうですね、初めてなので Just a little bit 少しだけしてない。Are you used to this kind of program? 慣れてますこういうのは？いつも慣れてます。いや、初めて嘘ついてる、初めてです。なんか本当のこと聞きたかったらリヴァイさんに目合わせて聞けばいいかな。じゃあ私はそうですね。よろしくお願いします。お願いします。スターキッズってどのような経緯で6人集まって結成されたんですか？オンラインで集まった。オンラインで。はい。サウンドクラウドよ。音楽ウェブサイト。はいはいはい、はい、そうですね。じゃあそれぞれ6人がサウンドクラウドで曲をアップしてて、それでいいね君みたいな感じで集まったってことですか？そうですね。僕とスペースボーイの最初の会話なんかなんだっけ、ツイッターだったね。ツイッターのそうなんだ。そうどういう感じだったんですか？どうだった？まず曲作ろうって送られてきて、I was like OK そう結構いい軽いノリでね。軽いノリで始めました。結構スペースボーイが中心だったスカウトみたいな。結構スカウトして。スカウト。多分最初で10人ぐらいだったね、スターキッズでは。いろいろな人、中国人、韓国人、タイランド人、アメリカ人、日本人、仲間は探してたからね。世界ピース伝えましょう思った。確かに彼はオールスターを作りたいみたいな感じで始めてた。アベンジャーズみたいな感じで。そう作りたいと思って、じゃあ最初は10人くらいいたのが今この、そのスタートするってなったタイミングでこの6人になったってことですね。そうですね。だいぶ前だけどね。多分あの時ってコレクティブノリがめっちゃあったじゃん。流行ってはなんかオンラインで集まっていうのがたくさん流行ってたというか、結構グループがバーってなんかオンラインで、多分アメリカって東京と違って、州がいろいろあるじゃないですか。だからオンラインで集まってグループというよりかはなんか集合体みたいな多分ノリがあったから、それを日本に来たけど日本だとやっぱり近くてみんながっつり会えるから、この残るべきやつらが残ったみたいな感じだと思う。自分の解釈ですけど。You think so? You agree? Yeah. そういうことです。そんな感じです。はい、ありがとうございます。ちなみにこのスターキッズっていうユニット名はどこから来たんですか？誰が決めたんですか？スペースボーイ。スペースボーイ？そう、なんかノートブックあったしていっぱい名前書いてた。してタヒチ他のスターキッズメンバーと決めた。どっちの方がいいですか？でスターキッズが一番良かったです。そうそれは他にもいくつか候補あったけど、なんか何が決め手になったんですか？あったっけ？他になんか他のやつあったけど Other choices。キモいな名前だった。キモいだからこっち一番だった。意味もすごい完璧と思った。スターキッズの意味？そうそれどういう意味でForever Stars Forever Kids 意味はずっと光ってると、大人にならないマインドセット的なね。そうキッズの心を持ってっていうことですかね。そうそれでスターキッズにしたと。はい。でそれはもう2人で決めて、他の4人はいいねって感じだったんですか？もう僕が入った時はスターキッズだったよね。そうなんだ。そうだよね。しかも俺その決めた時俺もいたからね、家に。I was there。そうなんだ、やばすぎる。今井さんもいたけど、いつの間にか他の2人で来てたの。あれ梅ヶ丘だったよね。梅ヶ丘で。梅ヶ丘の？友達の家で、太一の家で、
決めた。ブレインストームブレインストーミングしてとかね。そうそう。で決まったみたいな。そっかそうなんですね。それでスターキッズと。ありがとうございます。それぞれ結成前はじゃあそのさっきサウンドクラウドに曲をアップしてたっていうことですけど、どういうスターキッズと同じようなジャンルの曲だったりしたんですかね。全然違かったっけ。このスターキッズが始まる前でもっとエモな感じの曲出してたな俺は。そうだよね。エモーショナルエモーショナルね。みんな多分エモーショナル系だったね。確かに変わった。それがなんでこの6人で集まってこのスターキッズっていうこのなんていうんだろう、こういう音楽ジャンル、私はなんかスターキッズっていうもう音楽ジャンルだなってちょっと聞いて思ったんですけど、嬉しいですね。なんかそれにどうなってその6人で なってったのかなと思って。多分みんな一緒ならめっちゃ強いな感じるから、で音が変わった、そんな感じ。そうみんな一人それぞれサウンドがあるんですけど、だけどそれが融合した時にスターキッズっていうジャンルが生まれるんじゃないか。それまとめてるのベノギだけどね。作曲がベノギだからそれなんかプロデュースベノニってね、いろんな曲にも書いてあったけど、自分が最後はプロデュースしてる感じなんですかね。曲作るときに、もうビートを作る段階でここはこのメンバーがラップしたらかっこいいだろうなとかもうじゃあ考えながら頭の中でもうそれが描けてるんですね、ベノニさんの中で。それでじゃあみんなにそれぞれここ君やってよって言ってみんなそこでリリック書いてくるみたいな感じですか。大体そうですね。そうなんかみんな日本語と英語も本当にいっぱいごちゃごちゃに使ってるというか、日本語だけもないし英語だけもないけど、それってどういう風に決めてってるんですか。もうそのバイリンガルならではのなんか同時にパッて出てくるのか、ちょっとあえて変えてみたりしてるのか。Depends on the person。でも勢いがやっぱり勢いって感じのでみんな書いてる。書かない人もいるし、もうその場でバンバン取っていく人もいるし、自分は書くタイプなんですけど、でもこのやっぱり他の英語喋るメンバーは自分がない引き出しというか、こんな言葉遊びあるんだみたいな。そうスペースボーイしか使えない言葉もあるのが、羨ましいでもあって、このスターキッズの色かなって。日本人のリリックは全然わからない。わからない。わからない。リリースされた曲でもなんかわからないのあったりします。わからない。早すぎ。何言ってるの。すごい、ちょっとそれはビッグニュースだな。それはなんかトランスレートしたりするんですか、誰か。してる。だってさ、動画に起こすときにさ、スペースボーイがビジュアル担当でこの映像めちゃくちゃやってくれるんですよ。そうなんだ。だから翻訳するとき打たないといけないじゃん。わかる？ When you translate どうせ文字起こししないといけないから。わかるけど忘れちゃう。You can't remember。ほら、スターキッズもっと。多分ロアの一番難しいと思う。確かに一番日本語メインのわけ。素敵なこと言ってたらわからんで。ベノニスターキッズスペースボーイの頭に残るやつ作んないとダメだよ。これ。多分さ、1と SP は一番わかりやすい。英語がメインだから。そう。そっか。面白いね。逆に言ったら俺もスペースボーイが言ってること全然わかんないけど。日本人みんな僕に教えてる。あんまりわからないですか、英語彼がなんて書いてるか。いや彼だけ。もうスペースボーイ語なんだ。そうスペースボーイ語だ、それだ。そうなの。でもみんなそれぞれちょっとわからないけど、よしこれでいこうって言ってリリースしてるってことですか。そうですね。なんか最初になんかね作る時もね、どんなテーマにするみたいなやつで1個バーンって決めてから、この一つに対しての6人の解釈で書くんで、着地するところは一緒かな。それはやっぱお互いをリスペクトしてるからこそ、あなたがそう思ったんだったらって言って、それで乗っけて作ってるっていうのがきっとあるんでしょうね。そうか、面白い、すごい、もうなんかめちゃくちゃ面白い、聞いてるだけで。それぞれはちなみになんか音楽を始めたなんかきっかけとかあったんですか。ベノニのやつ気になる。僕はダブステップとか作ってたんですよ。中学生くらいが。スクリレックスとかが流行った時代で、その時代から作ってたので、でもラップを始めたのは結構後だったのかな。高校
入ってからずっと一人でやってたんですけど、それも家で DTM でそうですで、まあ乗っけてってっていう、まあ基本みんなどうなんですか、スペースボイスとか。同じダブステップ作ってないですけど、聞いてた最初のきっかけこの When you started making music 何が What was the trigger? ラップバトル。You saw the rap battle? いや僕やった。そうなの？いやここで高校でね。そうなんか意地悪い人がラップバトルしたかった。ディストラックでしょ。そうハイスクールで。ディストラックディストラックだったね。ディストラック？悪口トラック。はいそういう作った。そう多分この学校で嫌なことに対して学校のこと、それともなんか生活嫌だったから夢が学校に嫌なやつがいたから、そいつのバカにしたディストラック作ってそれが初めの面白い。じゃあパッション強かったんだろうな。そうですね。そうなんだ。リーバイさんはどうですか？自分は音楽きっかけがスターキッズだったんで、ほぼそうなんですね。ほぼ同時一緒に始めた時がもう自分の初めてだったんで、でもルーツとかだとなんだろう、やっぱりなんか EDM めちゃくちゃやってたんで、高校の時とか。作ってたってことですか？いや聞いてただけです。聞いてたスピニングレコーズって S のプレイリストわかります？あればっかり聞いてて、でそっからビルボード英語海外カナダに行ってたんですけど、海外じゃない、高校カナダに行ってたんですけど、その時にヒップホップを初めて聞いて、かっこいいってなったんで、ルーツって言ったらそこら辺って感じですかね。それでサウンドクラウド上でつながっていったと。面白い。なんかいい感じのメルティングポットって感じがしますね。めちゃくちゃね。メルティングポット。ホットポットね。曲作りはじゃあさっきちょこっとお話聞きましたけど、基本はベノニさんがトラックを作って、そこにもう基本01はベノニさんになるんですかね。そうですね。まあ半分はあと半分は他のプロデューサーとそうか、スターキッズ外の方ともコラボをしたりして、トラック作って、でそこにみんな他がリリックを乗っけていく。そういう時もあります。でどういうそのインスピレーションっていうのはどこから来たりするんですか？こういうトラック作ってみようみたいな、そのなんかきっかけって大体どういうところにあったりするんですか？例えばさっきのパラプルだったりしたら、スペースボーイとかみんながこういうハッピーハードコアみたいな音楽作りたいっていう風に僕に言ってくれて、それで僕も結構そういう音楽好きだったので昔、そうですね、じゃあ作ってみよう。割と聴いて育った音楽がインスピレーションになってると思います。ビートマニアとか、そういうところからそういうとこからインスピレーションを受けて。そうかで歌詞についてはさっきその一個主軸なティームがごめんなさい、日本語と英語ぐちゃぐちゃテーマがあって、そこで入れてくっていう感じですけど、なんかそれぞれが思う、例えばそのリヴァイさんからスペースボーイさんはこういう歌詞を書くな、さっきその独自の言語じゃないけどあるって言ってましたけど、なんかその色ってどういう風に見えてますか、それぞれ。このテーマに対してってことですか？とかでもいいし、その例えばリヴァイさんらしい言葉とか、なんかリヴァイさんらしいリリックだなって思う瞬間とかって他の2人はあったりするのか？衝撃の超人アタックのタイトル。進撃の巨人。進撃の巨人。進撃の巨人。いつもそれリリック入れてる。なんかパワーワードをさらっと言うよね。マジ？そうなんだ。嬉しい。その曲のキーとなるようなワードが入ってることが多いってことですか？言うかな。というか、なんか力強い言葉をいつもこれ日本語で、これ俺ゴロナイを優しく言ってるっていうバレたかそういうことだったのか。スペースボーイ語っていうのはさっきちょっと深掘ろうとして一瞬戸惑った時、スペースボーイ語って何ですか？スペースボーイ語なんかあるかな。壊れてる日本語。スケークローノークロー、なんかどういう日本語多分話なし。英語が日本語に本当にコピーしたらみたいな、わかる？直訳？そうなんか日本のルール
してない。ああ、日本語確かにのルールなんか俺とペノニが言ったら、はい、こいつら日本語使い方間違ってねっていうやつを、可能にできちゃうっていう。ああそういうことね。それはこういう日本語の言葉を英語で考えた時に意味が通じるからそのまま日本語にしてやったぜみたいな。なんかあるかな。以前は例えばなんかあったりするかな。出てこない。俺もあんまりスペースボーイのところわかんないから言ってください。でもあれですよね。聞いてても思いましたけど。別にもう本当文法とか関係なくてその単語が持つ威力とか意味とかその響き耳障りの良さとかキャッチーさみたいなやっぱりそっちが重要だなってなんかすごい思わせてくれる楽曲が多いなって思って、すごい個人的に皆さんの楽曲聴いててなんかもっとルールなんて破っちゃおうみたいなそういう気持ちにちょっとならされたというか。なんかそういう気持ちを受けましたすごく。でなんかそれぞれが本当に自分たちのなんか本当に発したいことに素直になってるからこういう楽曲が作れるのかなって思ったんですけど、なんかそういう気持ちってあったりするんですかね。そうですね。こだわりがあるとすれば僕らに、自然体でいることにこだわってると思うんで、どんな曲を作ろうが僕らの自然体がこう歌詞であれ何であれメロディーであれ流れ出すっていう風に考えてます。リヴァイさん自由な音楽ですね。自由な音楽マジで自由です。自由が自由だからまとめるの大変なんですよね日本語で僕が。フリードほら始まりましたわ。6人の中でその場をまとめる役リーダーはいないってちらっと聞いたんですけど、リーダーはいないんですか？いないですね。リーダーはいない。リーダーいないですね。でもなんか今の雰囲気聞いてるとなんか結局リヴァイさんが最終的にまとめる役なのかなってちょっと思ったりする。多分役割リーダーっていうよりか役割が多分明確にあってスターキッズみんなはこれやってる、これが俺の役割だじゃないですけどみんながおのおの分かってるというか、多分ベノニだったらトラックを作って、001の作業をしてくれて、でそこでみんながこうやって歌詞を載せた後にスペースボーイが最後ビジュアルというかミュージックビデオとか映像を担当するから、これで一つのストーリーとしてグループが成り立ってて、僕はそれを喧嘩しないようにまとめるっていうちょっとお兄さん的ポジションだったりするんですかね。お兄さんありがとうございます。ビッグブロね。こういうチビブロありがとうございます。完成は軍隊9ちょっと軍隊9っていうワードが目に入ったんですけど、軍隊9っていうのは何なんですか？もう一回僕とタヒチが決めた他のなんだねそれ軍隊9でレーベル。僕らの会社ですね。僕らのレーベルです。スターキッズの会社、最初ではスターキッズのサブチャンネルみたいな YouTube でそうソロの曲とか出す、そこからそうサブチャンネルとしてやってて、みんながスターキッズ以外の活動を載せていくみたいな、自分たちのソロ活動とかを載せてるチャンネルだったんですけど、それでスターキッズがレベルを作りたいってなって、スターキッズがやろうってなったレベルの名前が軍隊9っていうものになってて、名前はスターキッズ、名前の意味は、9% ストロングゼロ、昔で飲んだいっぱいみんなと、その時のみんながこのお酒はまり始めの時の 9% で軍隊、やっぱり軍隊ミリタリーみたい、みんな集まったら本当に軍隊みたいだから、そうアベンジャーズ的なね、そういう系、ずっとアベンジャーズいない、ストロングアベンジャーズ、ストロングアベンジャーズで友達も入ってるグループみたいな、みんなサーキーズの友達は入ってる軍隊ない、他のアーティストとか、もう他のアーティストもいらっしゃる。もうなんか僕らがいつもいる人たちをもうそんな頻繁に曲作ったりするなら入っちゃえばみたいな感じ。
でもコミュニティ全部で軍隊9になっちゃおうっていう。そうなんです。そうですね。もうムーブメントとして。はあ、かっこいい。僕らのホーミーを助ける兼俺らのソロ活動もできるみたいな。やっぱ信頼しきってるね、信頼しきってる友達がこの俺たちのページに出してくれて、なんか一緒に歩いていこうっていう。ああ、いいですね。なんかチーム感をすごい感じます。歌詞にも僕らっていう言葉がやっぱりすごい多いなと思って。確かに。スペースボーイ僕使う？僕はあまり使わないかな。ちょっと。確かに自分たち We が多いですよね。そう We がすごい多いなと思って。そうそう。俺らみたいな。そうですね。でライブ映像とかもちょっと見させていただいたんですけど、やっぱりその来ていてそのスターキッズになんて言うんだろう、憧れを持っているというか、そういう方々が多いんじゃないかなってすごい思いました。その6人がステージの上で本当にフリーダム、自由な感じで自分たちを自己表現している、そういう人たちに自分もなりたいっていうふうに思っている子たちが集まって、でさらにみんなはもう俺ら僕らなんだぜっていう風になんか提示してる感じがすごいあって、なんかすごいその映像の中のなんかまとめグループ感みたいなのがすごい熱いなって思ったんですよね。嬉しいです。それは嬉しいよね。嬉しい。ありがとうございます。Did you understand? No. わからない日本語。ちょっといやでもWe が感じたでしょ。そう We が感じたんですよ。どこの地方行っても必ずファンが出迎えてくれて、すごい熱量で踊ってくれて、感謝してます。ファンには本当に。そう、ファンも We と同じ。俺たちとファンが一緒みたいな。そう。ちなみになんかそのファンの名称とかってあったりするんですか？今は決まってなんかスターキッズのキッズ、スターキッズいいじゃないですか、めちゃくちゃスターキッズキッズね。でもめちゃくちゃこのファンの子たちが聴いてる子たち、ライブに来てくれてる子たちもなんかさっきの延長じゃないですけど自由に踊ってくれてて、聴いてくれてて、ライブの見方って人によって違うじゃないですか。例えば、後ろで見たり踊ったり、写真を撮ったり、それ全部が全部間違ってなくて全部合ってることだけど、スターキッズとしてこの来てくれてる子たちが集まって行くぞっていう感じを自分たちも感じれて、そういうのがもっと曲を作っていこうっていう気持ちもあるので、本当に感謝してますね。パワーをあげられるしもらうしっていう相乗効果っていうことですかね。ありがたいです、本当に。ですよね。OK、ちょっとちらっとさっきスタッフの方に伺ったんですけど、今日は超高速なラップが割とスターキッズさん多いなと思うんですけど、フリースタイルってちょっとやってみれたりするんですか？今メロニさんはスペースボーイさんを指さして、いつもなんかイベントとかでメロニがフリースタイルしてる。あ、そうなんですね。そうなんか DJ セットがあってメロニがサイドでフリースタイルしてる。嘘を言うな。喧嘩しない。嘘を言うな。喧嘩しない。もう役割が見えてる。さっきまで全然俺やるよって言ってたのに。いや恥ずかしいですね。恥ずかしかった。みんなフリースタイルしてる。いや、I'm finish your line, bro. 二人で。いいね。お願いします。Go ahead. What you got, homie? 全然超高速じゃないです。もちろん全然大丈夫です。ゆっくり行きます。今日はゆっくり行きます。ちょっと待ってください。Take your time. Okay. 今翻訳してるんだね。You translate. ちょっと難しいですね。You can say it in English too. 英語でフリースタイルできない。Okay. そう。Only Japanese. Okay. お願いします。What? 言葉とか。the words. FM. いや FM 難しいぞと。FM. 練習してた。SM. SM. ちょっと待って。That's crazy. 何してる？ Might be not for this program. FM お前何してる？ヘイコテル。いややっぱりできないかもしれないです。できると思ったけど無理。日本語難しいからね。緊張してる。緊張してる。
ベノニさんはできたりします？いや全然できないですね。リヴァイさんも？はい、前回イベントでやって動画見返した時にすっごい恥ずかしくなっちゃったんでやめます。OK じゃあ大丈夫です。大丈夫ですね。でもそう曲作りのフローとかはあるんですか実際？例えばその01をベノニさんが作って、もうじゃあみんなで一つの家に集まってみんなでわって同時にやるのか、考えてきてって言って宿題みたいな感じにしてからガッチャンコするのか。宿題は全然やらないです。だから誰かの家に行ってそこで考えるみたいな、ぶっつけ本番をずっとやってます。確かにぶっつけ本番多いよね、人によって。なんかさっき言った各タイプと多分そのままもう即興でね、パンパンパンって取っていくタイプがいて、メロディーベースで作ってんのかな。でも最初みんな歌詞ベースで作ってる。メロディーベース最初に俺歌詞ベース人によってそれも違うのが面白いです。ラップベース。メロディーベースの場合はどうもなんかみたいなハミングから始まってですか？なんかババラ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 みたいな、そうで言葉入れる。そのなんていうんだろうな、そのリズムに乗りそうないい言葉を自分のワードローブから取ってくるみたいな、そういう感じ。そうあと Google 翻訳ね、大切。We need that リヴァイ翻訳Google 翻訳みんな全部使って。どういうことですか翻訳？これ日本語でなんて言うのっていうのを何文字か言って、この響きいいじゃんっていう響きで選ぶことが多分多いと思うんですよ。スペースボーイとかって響き大事ですか？響き大事。響きわかる？響き日比谷でもベノニとかマジでうまい。歌詞そういう意味かってなる。結構いつもイベントで練習してる見た。携帯でノーツとか書いてる。常に普段からもその言葉をストックしておくことが多いですか？どうやって私はまあなんか日常で思い浮かんじゃうと書きますよね。でも忘れることも多いですよ。だから結局スタジオに入るときはゼロから書くっていうことが多くなりますね、やっぱり。そうなんですね。メモ見てもなんだこれってなっちゃう時もあるとかってことですか？そうですね。そうか。いや私もグループでラップ詩を書いたことがあって。あるの？あります。私もそれは実はちょっと嫌だった人に向けて書いたんですけど私のちょっと嫌な思いをして、そのストラグルをどうにか解放したいと思って書いてみたんですよね。でその時は私はメロディーでなんかこうタタタタタタタっていう風に入れてみたいなみたいにやって作ってったんですけど、やっぱりどうしてもちょっとその沼にはまっちゃうっていうか、言葉出てこないとか、なんかちょっと言い方変えたいけどどうしたらいいんだろうみたいな、そういう風になんかスタックしちゃうっていうんですかね。そういう時って皆さんそれぞれどうします？それはラッパーだからどうにかします。結構困っちゃうそれで。リリック一番難しい。難しいね。でもグループだからめちゃくちゃこの沼にはまった時にでもこの解釈、この1個前に載ってた人の解釈をこういう捉え方してるんだって感じで、そこからゼロからじゃないんで、絶対みんなが投げてったものからどんどん広がっていくんで、なんかグループ成立してるなってよりスターキッズな感じになりますね。そしたらね。なんか言いたいことある？ When you stuck。 When you stuck。多分スタックなったら多分曲あまり好きじゃない。だからインスピレーションない。何書くとかわからない。いいなインストラメンタルなら書きたい思う。すみません。大丈夫ですよ。わかる？日本語間違えてる？聞いてなかった。なんかね、インストラメンタルがあんまり感じてないなら書く難しい。そう、if you like the instrumental, you won't be stuck。の方がやりやすいと思う。それお前俺のビートでそう、しかもそれベノニさんに向けて喋ってたから。違う。でも本当はベノニのビートから一番いいなんか
一番いいスターゲイツ曲はめっちゃいいビートで、みんな多分いい思ったからいいよ、よくできたんじゃない？フラッシュとか誰も文句言わないのがすごいですよ、ベノニのビート。そうなんですね。そうそっか、もうみんなじゃあベノニさんの曲を聴いてもうこれ最高じゃんってなって。そうですね、なんか自分でこういうジャンルとかは絶対やらないだろうなっていうのを勝手に思ってるのをベノニが持ってきたやつをこれいけるなっていうじゃあやっぱもっともう本当に深いところでつながってるんだろうなって今ちょっと思いましたね。イエーイいい顔ラッパーさすがありがとうございます。